103歳の女性が86年ぶりに取り戻したものがあるのだ。それはかつてナチス政権に強制的に剥奪されたドイツ国籍なのだ。ニューヨークで生き延びた彼女が今更ドイツのパスポートを手にしようとした理由は意外なところにあったのだ。86年ぶりって、その方、1940年生まれですか？ 103 歳で国籍取得の手続きをしたということですか？ちょっと待って、なんで今更ドイツに？今日はルース・グリュンタールという103歳の女性の話を軸に3つのことが見えてくるのだ。ナチス時代の国籍剥奪の仕組み、戦後ドイツが作った贖罪の法律、そして現代アメリカのユダヤ人が感じている恐怖、この全部が一本の線でつながっているのだ。まずルースが誰かを説明するのだ。彼女は1922年ドイツのハンブルクに生まれたユダヤ人女性なのだ。1936年彼女が14歳の時、家族は命からがらアメリカに逃げたのだ。ちょうどベルリン五輪が開かれた年、つまりナチズムが見せかけの平和を演じていた時期なのだ。1936年というと、ヒトラーが政権を取って3年ですよね。その時点でもう脱出しないといけない状況だったんですか？ユダヤ人への迫害ってもう始まっていたんですか？そうなのだ。1935年にはすでにニュルンベルク法が制定されていたのだ。これがどれほど残酷な法律かというと、ユダヤ人をドイツ国民ではないと明示的に定義した法律なのだ。つまりルースは14歳で紙1枚によってお前はドイツ人ではないと宣告されたのだ。国籍を剥奪するって現代の感覚だとゾッとします。国籍がなくなるって法的にどういう状態になるんですか？無国籍者になるっていうことですか？実質的にそうなのだ。国籍を失うと財産も没収され、職業に就く権利も奪われ、移動の自由もなくなるのだ。アメリカへの脱出が遅れていたらその後どうなっていたか。1942年以降にドイツに残ったユダヤ人の多くが収容所に送られたのだ。ルースの逃亡は文字通り命がけだったのだ。ちょっとここで想像してほしいのだ。自分が14歳の時、突然お前はこの国の人間じゃないと言われてお逃げするように船に乗せられると考えてみるのだ。スマホも持てない、友達ともう会えない、生まれた町には二度と戻れないのだ。それがルースの14歳の夏だったのだ。ルースさんがアメリカで生きてきた87年間も聞きたいですが、今回の国籍取り戻しってどういう仕組みで可能になったんですか？戦後のドイツがそういう制度を作ったんですよね。ここが重要なのだ。戦後ドイツはドイツ基本法、つまり憲法を1949年に制定したのだが、その第116条2項に特別な規定を入れたのだ。内容はこうなのだ。ナチス政権によって国籍を剥奪されたドイツ人とその子孫は申請すれば国籍を回復できるというものなのだ。1949年、戦後すぐに謝罪の仕組みを法律に組み込んだんですね。これって日本の憲法と比べると相当踏み込んだ条文ですよね。ドイツって歴史への向き合い方が徹底している印象があります。鋭い比較なのだ。ドイツは ERGNGNHITSBEWLTIGU 過去の克服という概念を社会全体で共有しているのだ。これは単なる謝罪じゃないのだ。歴史の罪を法律、教育、記念施設、賠償制度の4つの柱で制度化して克服するという考え方なのだ。日本との大きな違いの一つがまさにここなのだ。実際にこの制度を使った人はどのくらいいるかというと、2000年以降だけでも数万人規模なのだ。特にブレクシット後のイギリス在住ユダヤ系ドイツ人の子孫や、イスラエルの第2世代、第3世代からの申請が急増しているのだ。ドイツのパスポート、EU 移動の自由という実用的メリットも大きいのだ。でも103歳のルスさんが今更申請したのは EU の移動の自由が目的じゃないですよね。ニューヨークで一生暮らしてきた方が今ドイツのパスポートを欲しがる理由って何なんですか？ここが現代ニュースとして最も重要な部分なのだ。モンド紙によると、ルース本人がこう語ったのだ。トランプ政権の下でまた同じことが起きるかもしれないという恐怖があると、86年前にハンブルクで経験した排除される感覚を今のアメリカで再び感じているということなのだ。
ちょっと待ってください。ナチス政権から逃げた経験がある人が、民主主義国家のアメリカで、また同じことが起きるかも、と感じているって、それはさすがに過剰反応じゃないですか。トランプ政権とナチスを同列に語るのは違うと私は思いますが。その指摘は重要なのだ。もちろんトランプ政権、ナチスではないのだ。でもモンドが報じた文脈を正確に伝えると、ルースが恐れているのは、排除の論理が正当化される空気、そのものなのだ。同時期にロンドンではユダヤ人地区でナイフ襲撃が起きてテロ事件と認定されたのだ。反ユダヤ主義は欧米全体で数値として増加しているのだ。ロンドンの事例をもう少し詳しく説明するのだ。2026年4月30日、ユダヤ人が多く住むボールダーズグリーン地区で、76歳と34歳の男性2人がナイフで刺された事件が起きたのだ。警察は、テロ事件、と断定したのだ。これは孤立した事件じゃなく、数週間にわたってユダヤ系施設が標的にされてきた一連の事件の延長線上にあるのだ。こういう話を聞いていると、日本に住む私たちには関係ない話のように感じてしまいます。でも正直に言うと、そう感じてしまうこと自体が問題かもしれないと、話を聞きながら思い始めました。歴史の教訓って、自分には関係ない、と思った瞬間に終わる気がして。それは確信をついた視点なのだ。実は日本も対岸の火事ではないのだ。日本には在日コリアンや中国系の人たちへのヘイトスピーチ問題がある。排除の論理は形を変えてどこにでも現れうるのだ。ルースの話が教えてくれるのは、そういう論理を制度として封じ込める設計を社会が持てるかどうかということなのだ。冒頭に戻るのだ。103歳のルースが86年ぶりにドイツ国籍を取り戻そうとした理由が見えてきたのだ。それは移住のためでも EU のパスポートのためでもなく、もし何かあった時逃げられる場所があるという安心感のためなのだ。14歳で逃げた経験を持つ人間だからこそ、その発想ができるのだ。整理すると、ルッスさんのケースは3つのことを同時に照らし出しているんですね。1936年のナチスによる国籍剥奪の実態、戦後ドイツが作った法的贖罪の仕組み、そして現代のユダヤ人コミュニティが肌で感じている不安、86年を貫く一本の線ですね。ここで僕の正直な見立てを言うのだ。ルースの選択は合理的な保険だと思うのだ。103歳で国籍申請書類を揃えるエネルギーがどれだけ大変か想像してほしいのだ。それでも動かなければならないと感じさせた現実が、まさに今の欧米社会の温度を示しているのだ。歴史は自動的には繰り返さないが、条件が揃えば同じ構造は必ず再現されうるのだ。最後に一つだけ問いかけるのだ。もしあなたが14歳で国籍を剥奪されて、87年後の103歳でその国のパスポートをもう一度申請するとしたら、その気持ちをどう言葉にするのだ？ドイツという国を許したのか、それとも許していないが保険として使うのか、どちらだと思うのだ？ぜひコメントで教えてほしいのだ。明日はロンドンのユダヤ人コミュニティへの一連のテロ事件を深掘りするのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日、なのだ。